こんにちは、ミートです。先ほど食事を終えて今少し休憩をしていたところなんですけれども、妊娠期間も残りわずかになってきたということで、今日は、私が妊娠中に買ってよかったものをご紹介しようと思います。まずはじめにご紹介したいのがこちらのベレダのマタニティオイルになります。私は妊活をしていたということもあって、妊娠する前にあらかじめ1本用意しておいたんですよね。で、妊娠が分かってすぐ、毎晩お風呂上がりに使っていました。もうこれで6本目とか7本目ぐらいになるかなと思います。で、塗る箇所としてはお腹だけではなくって脇とか胸の周り、あとは腰、背中、お尻、あと太ももあたりにもまんべんなく塗っています。で、毎晩そんな風にまんべんなく使っていると割と減りが早くって、なのでコスパはそんなに良くないかなという気もするんですけれども、私はベレダの商品結構好きなので毎日使っていました。今35週目なんですけれども、今のところ妊娠線はできておりません。で、同じく妊娠線ケアとして使っていたものがこちらのキュレルのバスタイムモイストバリアクリームになります。こちらは濡れた肌用というふうに記載があるんですけれども、お風呂を出る前に濡れた状態で使うものです。で、こちらは当初は使っていなかったんですけど、妊娠が分かった時が、冬だったっていうこともあって、お風呂上がりに寒い状態でクリームとかオイルを塗るのが結構億劫だったんですよね。で、何かいいものないかなって探している時にこちらをドラッグストアで見つけて買ってみたところ、結論としてはめちゃくちゃ良かったなという感じでした。まず濡れた状態でお風呂を出る前に使うので、寒くないっていうのはもちろんそうですし、保湿力もすごく高いなと思いました。なので、妊娠線ケアというよりは全身のボディケアとして使っていました。なので、夜はこちらでお風呂出る前にまず保湿をして、でお風呂を出た後にこちらのオイルで、油分でコーティングするというような形で妊娠線ケアをしておりました。で、そしてですね、妊娠線ケアで他にも使っていたのがこちらのキュレルのローション乳液タイプになります。で、これは、朝に使っていたものですね。わざわざ朝と夜でいろんなものを使い分ける必要も特にないかなとは思うんですけど、朝って結構バタバタしてたりするじゃないですか。なので、こういうポンプ式だと手軽にささっとケアできるところが私にとってはいいポイントでした。で、キュレルなのでもちろん肌にも優しいですし、保湿力も結構いいかなと思います。で、もう一つ朝に使っていたものがこちらの無印のスイートアーモンドオイルになります。こちらも、夜のケアと同じように朝まずこれでしっかりと保湿をして、その後オイルでコーティングするという役目としてこのスイートアーモンドオイルを使っていました。なんでこれわざわざ買ったのかっていうと、やっぱりこのベレダ価格としてはちょっと高いので、もう少し手軽に、たくさん使えるものが何か欲しいなと思って、こちらのスイートアーモンドオイルを無印で購入したんですけど、これもねめちゃくちゃ良かったので、わざわざこんなに買い揃える必要はないと思うので、コスパよく妊娠線ケアしたいっていう方はこちらのオイルだけでも結構十分なのかなと思います。で、こちらは匂いもしないですし、あとサラサラっとしているので、これを塗った後にすぐに下着とかお洋服を着てもそんなに気にならないかなと思います。これもポンプ式で朝ささっと使えるところもとても気に入っておりました。で、お次がですね、こちらのベイラーの母子手帳ケースになります。これはね本当に買ってよかったです。母子手帳ケースなんて何でもいいじゃんって思われそうなんですけど、
やっぱり毎回の検診で少なからずちょっとやっぱり不安とかもいろいろあるじゃないですか。そんな中で自分が気に入ったもの、可愛いと思える母子手帳ケースがあるだけでちょっとね幸福度がやっぱり上がるんですよ。でこの配置柄結構人気なので、私ずっと再入荷を待っていて、オンラインでたまたま入荷したタイミングで、ラッキーなことにゲットすることができました。母子手帳ケースって考えるとちょっと価格は高いんですけれども、でも結構何年も使えるものなので全然投資してもいいんじゃないかなと思います。でこの母子手帳ケースの中なんですけれども、こんな風に蛇腹になっているので中身がすごく確認しやすいんですよね。でここに病院のカードを入れたりですとか、あとは母子手帳もそうですし、お薬手帳とかいただいた領収書、明細書とか、あとは他にもいろいろ入院に関する書類とかいただいたりするので、そういうのは基本的にここに全部まとめることができます。なので可愛いだけじゃなくって結構機能面もね優れているかなと思います。でこの中がね赤のギンガムチェックっていうのもすごく可愛いですよね。でファスナーの部分がこんな感じでクローバーでフェイラーの刻印がされてます。で次がですね、ユニクロで購入したものを3点ご紹介したいんですけれども、まず1つがマタニティショーツになります。これも妊娠が分かってすぐ購入したものになります。妊娠した当初って特にお腹もそんなに出ていないと思うんですけど、ただやっぱり普通のショーツだとその締め付けがなんとなく気になるなっていうのがあって、特にカルバンクラインとかのショーツとかだとゴムの部分、リブのところが結構太くて結構キュッと締まる感じになっているので、なんとなく、体に良くないかもなと思ってマタニティショーツをユニクロで購入しました。買った当初はやっぱり普通のショーツと比べてその女性らしさとか、色気とかそういったものがなんかやっぱり少なくなるような感じな見た目なので、ちょっとねなんかテンション下がるなとかって思ってたんですけど、もう今は慣れちゃって何も思わなくなりました。こちらはね買ってよかったです。はい。でお次がマタニティレギンス、ユニクロのマタニティレギンスになります。でこれは、2着購入したんですけれども、こちらは買ってすぐは履いていなかったんですけど、妊娠後期になってからほぼ毎日履くようになりました。やっぱり圧倒的にお腹が楽っていうのと、あとはなかなか今の季節とかだと外に出るのも難しい時が多々あるので、お家で過ごす時とかはもう T シャツとかタンクトップにレギンスだけで過ごしていることが多いです。これもねお腹が楽なので買ってよかったなと思います。そして3点目が、ユニクロのウォッシャブルリブニットパンツになります。これは妊婦さんの制服って言われているものなので、ご妊娠されている方とかだったらきっともうすでに持ってらっしゃる方も多いかなと思いますが、これもね本当に買ってよかったです。で今この暑い季節だと特に使う機会はないと思うんですけれども、冬そして春先ぐらいまでは割と履いていました。やっぱりお出かけする時とかはなかなか履くことはなかったんですけれども、ちょっと近くのスーパーに行くとか、あと徒歩圏内でちょっと移動する時とかなんかは、すごく活躍していましたし、あとは検診に行く時とかも結構いいのかなと思います。検診の時とかってやっぱり洋服を下ろさないといけなかったりするので、リブニットパンツとかだと検診の時なんかも楽なのかなと思いました。実際にクリニックでも結構履いている方多く見かけたような印象です。
でそして次が無印編なんですけれども、まず1つが先ほどご紹介したこのスイートアーモンドオイルですね。でもう1つがマタニティタイツになります。マタニティタイツも妊娠初期に購入をしたものなんですが、今の季節はいらないんですけど、冬場に妊娠期間を迎える方とかはあってもいいのかなと思います。でこれも先ほどのショーツの話と近いんですけれども、やっぱり普通に売られているものだと腰回りの締め付けがやっぱり気になったりするので、このマタニティタイツは結構活躍していました。冬場は毎日履いていたかなと思います。ただ、私の自宅の一番近くにある無印では取り扱いがなかったので、オンラインで取り寄せをしていただいて、で購入したというような感じでした。もう1点無印で購入してよかったものがこちらのトウモロコシ茶です。これは買ってめちゃくちゃ良かったです。まずノンカフェインなので妊娠期間中も安心して飲めるっていうところもそうですし、あと結構これ大容量で30袋入っているのでコスパもなかなかいいと思いますし、トウモロコシ茶というものが結構カリウムを含んでいるみたいでむくみにも効くそうなので、私は1日のどこかのタイミングでなんか今日むくむかもなみたいな時とかは夜に飲んだりしています。トウモロコシ茶って日本だとそんなに馴染みがないのかなと思うんですけど、私は子供の頃に祖母がトウモロコシ茶をよく入れていたので割と味が好きなんですよね。それもあって、食事の時もそうですし食後とかにも結構飲んでいることが多いです。あともう一つむくみ対策として購入してよかったのがメゾンピオニーのママのシルク着圧ソックスというものです。着圧ソックスは結構種類がたくさんあるじゃないですか。で種類がたくさんある割に自分に合ったものを探すのって結構難しいと思うんですよ。実際に買って履いてみないとなんか着圧がきつすぎるとか緩すぎるとか分かんないじゃないですか。なので、そんなに期待をせずに買ってみたんですけど、結果としてはなかなか良かったです。こちらはマタニティ用の着圧ソックスになっているので、安心して使うこともできますし、寝る時に、着用していたんですけれども結構足がすっきりしているなって思うことが多かったです。こちらも買ってよかったですね。であともう一つ夜に使っていたものがハグモッチという抱き枕になります。でこれはね買ってめちゃくちゃ良かったです。妊娠中に寝る時の体勢って結構難しいじゃないですか。左側を下にして寝るといいよとか、仰向けだと苦しくなるとかいろいろあると思うんですけど、で私はもともと仰向けで基本的に寝るタイプなんですよね。っていうのも、枕とかにこの顔の肌がくっつくのが嫌なので仰向けで寝たいっていうのがあったんですけど、妊娠期間中は左側を下にして寝る方がいいよとかいろいろ書かれていたので、いつもね頑張って左側を下にして寝てみたりしてたんですけど、なんとなくやっぱり寝苦しかったりしたんですよね。でそれがこのハグモッチっていう抱き枕で解消されたというような感じでした。こんな感じでかなり大きいので正直買うの躊躇される方もいるのかなと思うんですけど、妊娠期間が終わってからも普通のこういう抱き枕としても使えますし、あとこのカバーも洗えるので清潔に保てるところも良いかなと思います。でちなみにこれは私の夫もかなり気に入っているので、私の妊娠期間が終わったら夫も使いたいっていうふうに言っておりました。抱き枕としてはちょっと価格が高いんですけれども、それだけの価値はあるかなと個人的には思います。以上が私が妊娠中に買ってよかったものになります。
少しでも参考になりましたら幸いです。